時丸田中のモーニングレディオ。皆さんおはようございます。時丸です。今日は11月28日木曜日です。時刻は朝の7時30分になります。東京の天気は晴れ。気温は8度くらいで、寒い朝ですね。なかなか。ただね、日中は今日は晴れていて、気温が17度くらいまで上がりそうです。今日もホワイトボックススタジオからお送りしています。で、今日はね、たまにやるYouTube の公開収録兼ねてますので、YouTube の方でもぜひご覧ください。それでは今朝の一曲から参りましょう。ビクター・ランドバーグで Don't Waste My Time。Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart, and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. アコースティックでなかなか爽やかなナンバーですね。朝の始まりにいいんじゃないでしょうか。ということで今日はですね、時丸田中のモーニングレディオに初のスペシャルゲストの登場です。はい、ということで今日は、たけるさんをスペシャルゲストにお呼びしています。たけるさん、こんにちは。こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、ということで、今日はですね、たけるさん、皆さん知ってると思うので、もう紹介することでもないとは思うんですけど、一応たけるさんの方から、自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。ミニマリストたけるという YouTube チャンネルで、そうですね、ミニマリスト生活の魅力だったりとか、片付けの仕方だったり、たまに節約術とか発信してもいますし、あとはいろんなミニマリストさんにね、ラジオ出演していただいて、いろんなお話を、ラジオ放送という形で発信したりとか、あと本もね、何作か出版させていただいておりますので、もし興味があれば、ご覧いただければと思います。本日はお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、もう本当、たけるさんは僕の部屋に唯一来ていただいた方で、うんうん、で、はい。本当に僕も昔からね、たけるさんが、寝袋暮らしをしている時から、その前の動画からね、ずっと見てたりしてて、で、おー、最近はいろいろそういう YouTube の、ラジオ形式のチャンネルみたいな感じで、ちょっと今日はいろいろお話を伺っていきたいと思うんですけど、はい。最近はどういう生活されてるんですか？そうですね。結論から言うと、育児セミリタイアじゃないかもしれないけど、育児に専念してるっていう感じで、朝起きて、で、子供に、妻がご飯食べさせてくれるので、食べ終わったらすぐ1時間ぐらい散歩に連れて行くみたいな。で、大体午前中、仕事することが多くて、撮影だったりとか、で、お昼ご飯食べて仮眠取って、で、午後はちょっと勉強したりとか、子供と遊んだり、というか、あとは買い物したり、夕方子供とお風呂入って、夜は子供と遊んで映画見て勉強してみたいな、そんな毎日を過ごしております。いや、かなり充実してるように思えるんですけど、はいはい。やっぱそのお子さんできてからこう変わったことというか、生活の中でこう気にかけてる工夫とか、なんかありますか？一番はまずその子供中心の生活になったっていうのがやっぱ一番大きくて、やっぱりね、子供ちっちゃいと
その、ミルク飲んだりとかね、おむつ替えなきゃいけなかったりと、やっぱそっちが中心に回るから、なんだろう、その夫婦二人生活の時と比べて、やっぱ時間の使い方とか頭の使い方がまず一つ変わったっていうことと、まあそうは言ってもね、やっぱ仕事したりとか、資産形成もしたいってなるから、うまいこと無駄な時間を省いて、で、うまいこと、その仕事もして、で資産形成とか、まあ家計管理かなにもお金を、頭を使ってっていう感じで、結構、なんだろう。まあ、父親としての責任感もありつつ、時間の使い方もより、なんだろう、綿密に考えるようになったかなっていう印象はありますね。はいはいはい。いや、でもやっぱりこう、ミニマリズムを実践されてるからこそ、そういうふうにこう、いろんな、まあ、育児もしながら、それ以外の自分の仕事もしてっていうことが、複数のことが、だからできてるというか、多分そういうこう、ミニマリズムが必ず役立ってる部分はありそうですよね、なんかね。そうですね。いや、もう本当につくづく、まあ、妻がね、妊娠してからも思ったことなんですけど、やっぱ物が少なくて本当に良かったなと思っていて、まあ、物が少ないから家事も楽になるから、まあ、お互いにね、負担も少なく、その子育てだったりとか、まあ、妻のサポートにも注力できるし、で、子供生まれたら生まれたでね、まあ、子供今1歳ぐらいなんですけど、まあ、いろんなものに興味持って散らかしたりとかするから、その散らかるものが少ないと、1分2分とかでね、そのリセットできるというか、整理整頓できるから、で、危なくもないし、誤飲もないし、で、あれダメ、それダメっていうこともないから、親の負担はかなりその少ないなっていうのは実感しますね。この1年間ぐらいで。うん。いや、素晴らしいですね、本当に。で、ちょっありがとうとまあ、ございます。ベタな質問にはなるんですけど、まあ、そのような中で、こう、たけるさんが最近手放したものっていうのあったりするんですか？最近の最近で言うと2つあって、まあ、まず1個はノートとペンですね。あおー。の、今までは、その、なんか人生ノートならぬものに、まあいろいろ勉強の記録とか、まあ日々の日記みたいなものだったりとか、あと心がもやもやした時に、その思考とか感情を書き出すためにノートとペン持ったんですけど、まあ第4作目の本を書くにあたって、その原稿をチェックする上で、その原稿が出版社から届く、紙で届くわけじゃなくて、PDF データで届くから、はいはいはい。電子ペンが必然と必要になるんですよね。まあ僕だあけなのかもしれないけど。あ、で、まあそう、まあ前回もそんな形でやったから、まあ出版社の方が PDF で送ってくださって、修正あれば、また PDF で送り返してくださいみたいな。でも電子ペンその時持ってなかったから Amazon で1000円ぐらいで買って、で、まあ赤字というか赤ペンでその修正入れていくんですけど、これ、あれノートとペンいらなくねえかみたいな。ええ、なんかその、グッドノーツっていうアプリが、まあ昔も使ってたんですけど、それが便利だったから、それで例えば勉強の記録とか、なんかそういうのも電子化した方が、まあお金もね、その節約になるし、わざわざインクの返信とか、ノートもね、その何ヶ月に一回買わなくてもよくなるから、ちょっと一回試してみようっていうので、まあ今実験中ではあるんですけど、今のところいいなっていう感じですね。まあまず1点目手放したのがノートとペンで、はい。で、もう一点は、物理的なものではないんですけど、スマホ時間ですね。はいはいはい。で、これなんでかっていうと、たまたま YouTube で、おすすめで出てきた動画で、その、なんだろう、人生が変わらないのは、てか人生を変えていくなら、スマホの電源を切れみたいな、はい。いう言葉が、なんかぐさっときて、まあそのセミリタイヤしてるとはいえ、なんだろうな、ちょっと生ぬるいうん。お湯に浸かってる感じはしてたんですよね、僕自身。あ、で、まあ本も書いて、まあ YouTube もまあそこそこ成果も出していて、うんうん。ただなんだろうな、そのスマホちょっとダラダラ見てる自分がいたから、いや、これもちょっと勉強したりとか、まあ、ベタですけど、子供にかっこいい父親の姿にしたいっていうのもあり、ちょっとはい。スマホ時間減らそうと。で、もちろん撮影とかね、なんか企画作る上でリサーチするとか、
そういうのうん。では全然スマホとか、あと iPad は使うんですけど、もうそれ以外の時はもう電源オフにしようというはいはい。のでやるようになりましたね。へえ、ありがとうございます。いや、なんか、そのタケルさんといえば、まずそのノートとペンというか、そういうこう、そういううんうん。中でその思考の整理術みたいなこととかいう動画もあったので、結構そういうイメージがあったんですけど、その自分の仕事の中、本を書く中で、逆にそのノートとペンを今まで使っていたものを手放したっていうのは、なんかすごい大きな変化ですね、やっぱり。そうですね。はまあ、なくていいものは、とりあえずなしで実験してみようっていうので、多分なくせるんじゃないかなっていう感じですね、今後も。い。はい。で、その時間の使い方、まあスマホに関しても多分今までもだいぶそのデジタルミニマリズムとか実践されてたとは思うんですけど、やっぱりさらにその電源を切るっていうところに入ってるっていうのは、なんかその新しいところに行ってるなっていう気がしますね、それは。そうですね。はい。もう物理的なものは結構減らしきったので、でも最近何か減らせるものないかなとか、あとはタスクとか行動でやめられることないかなっていうのは、まあ常々最近考えてはいたんですよ。で、はい。その時に、本当にたまたま偶然開いた、なんかちょっと直感でね、これ見るべきだなと思って見たら、いや、君の人生の可能性を奪うものはスマホだよ、みたいな。うん。SNS だらだら見てないかいみたいな。スマホの電源切れば自然とやりたいこととか、まあそれこそ本読んだりとか、まあ仕事が必要な人であれば仕事をしたりとかできるじゃん。だから人生変えたかったらスマホの電源切れよみたいなへことを言ってえ。て、いや確かになと思って、で、うん。ズバッと言ってたから、確かにこれ減らせるなと思って、減らしきった僕でもスマホ時間っていう無駄な時間減らせるぞと思って。もちろん気分転換でね、映画見たりとかはするけど、だけど、まあ仕事とか、あと目的持って、まあこの時間は映画を見る時間って、そういうふうに決めた時間外にだらだら見るのは無駄だなと思って、だったらもう中途半端に電源つけてるともう暇さえあれば見ちゃうから、だったらもう電源切ろうと。で、電源作るのってやっぱ手間だとね、開かなくなるから、まあ今、完全なるデジタルデトックス時間が増えましたね。いや、むちゃくちゃ興味深いですね、そこは。でも確かにその仕事で、そのやっぱ発信とかもそうですけど、まあコンテンツ作られてるからこそ、常日頃からやっぱりそのデジタルデバイスに増える、触る時間っていうのは多いと思うんですけど、さらにその余暇っていうか、楽しみのために使っていくとなると余計に増えますもんね、その使ってる時間が。そうなんですよ。だかはい。ら、僕もちょっと最初の1日2日をよく考えて、その、デジタルデトックスの時間を僕は増やしたかったんですよね。だけど、まあ撮影もしたりとか、企画考えたりとかする上で、やっぱり YouTube 上で滞在することが多くなるし、なんならその本も電子書籍化してるから、まあ、iPad 開く時間が長かったりとか、あとはね、はいはい。さっき言った通り、ノートとペン手放すから、基本的に iPad で電子ペンでやるから、これデジタルデトックスの時間減らせるかと思ったんですけど、まあそこはいろいろ工夫して、まあその仕事の時間は開いてもいいけど、終わったらすぐに電源をオフにすると。で、あとは iPad は基本でかいから、もう割と仕事モードなんですよね、その iPad 開くときって。はいはいはい。だから、で、あと映画を見るぐらいで、うん。一番その僕にとっての、なんだろうな、その最大の敵はスマホなんですよ。暇さえあれあば手軽に開けると。だから、スマホはもう、その仕事モード以外の時は電源オフにしようってしたりとか、あとは、まあ、それでも難しかったら、例えば、タイマーをつけて、もう、これを、例えば TikTok 見るんだったら10分までにしようとか、ー。うんあうん。とは、例えば、YouTube のアナリティクス、データ分析するのも、じゃあ10分で完了させようとか、あとは夜の19時以降は絶対に電源オフにするとか、っていう感じでいろいろ工夫すればいいなっていうので、今、試し試しでやってるっていう感じですね。ありがとうございます。いや、なんか、その辺のテクニックもですね、またちょっと別のとこで聞けると嬉しいはい。です。はい。そうですね。はい。で、なんか最近その YouTube に関して、ラジオ形式の動画が増えてるなと思うんですけど、たけるさんのチャンネルで。うんうん。で、その理由とか、あとはそのラジオとか、音声コンテンツの魅力について、ちょっとどういうふうに考えてるのかをお伺いしたいんですけど。
そうですね。前まではね、実際に、ミニマリストのお宅に直接訪問してインタビューする動画撮ってたと思うんですけど、最近はね、そういうのもなくして、ラジオ形式の動画増えてると思うんですけど、まあ一番の理由はやっぱり、今子育てに集中してるので、で、あと東京から愛知県に引っ越してきたっていうところで、まあ、やっぱり全国転々とするのが難しくなったので、まあ今は自宅でできることをしようと。いうのが一つと、あとは、まあそのコロナきっかけにリモートになった方もね、きっと多いと思うんですけど、まあはい。一番はね、やっぱりリモートで仕事できるんだったらそれに越したことはないなと。うんうんうん。もちろんね、数字が落ちたらそれは難しいんですけど、まあとりあえず実験的にズームで、音声収録して、で、それを YouTube に流すっていうのをやってみようと思ったら、まあ別にそんな数字が悪くなることもないし、まあむしろはい。数字上がったぐらいで、へだから、え。これいけるんだと思って。うんうん。で、そう、リモートでできるんだったらね、別に僕がどこに住もうが、何してようが、まあ、いつでもどこでも収録できるから、まあ、それで今、ラジオ放送になったっていうのと、はいはい。あとは、まあ、ラジオ放送、音声コンテンツの魅力に関しては、まあ、うん。一番はやっぱり、リスナーの皆さんが何か作業しながら、家事しながらとか、片付けをしながらとか、移動中だったりとか、子育てしながら、音声を楽しめるっていうのは一個魅力かなと。やっぱり、ね、今人間多くの人は忙しい生活を送ってると思うので、やっぱながらで情報収集してる人はきっと多いと思うから、その映像に張り付いて勉強するって、まあ僕もしないし、うん。だからまあ耳学みたいなうん。のは需要はきっとあるだろうと。で、僕のチャンネルではやっぱ行動重要視、行動してくださいね、行動しないと人生変わらないですからねっていうのはもう口酸っぱく言ってるから、だからまあ行動しながら耳でも学べるみたいな、耳で学びながら行動に移してもらうみたいなのは僕の、なんだろうな、チャンネルの目的でもあるので、まあそういった意味で、まあラジオ放送してよかったなとも思いますね。はい、ありがとうございます。やっぱ環境の変化によって、その自分の、発信を変えていくっていうことと、やっぱりその音声コンテンツ、ながら聞きっていう需要がやっぱりあるっていうことですよね。そこは。そうですね。うはん。い。いや、本当に、いつも面白いコンテンツばっかりで、しかもいろいろこう、時代によって変わっていくので、まあ、これからまた多分、たけるさんの発信が、また今度ラジオじゃなくなるタイミングとかが来るのかなとか思ったりして、まあ、いろいろ、うんうん。見る側も楽しみに、していますね。そこは、はい。そうですね。だはい。からもしかしたらね、例えば来年子供が保育園通うようになるから、まあその時はね、また何かしら違う形で放送するかもしれないですけど、今は今でできることを最大限やるっていう感じでやってます。ありがとうございます。で、来月ですかね、新しく本が出るということなんですけども、うんうん。ちょっと今日はそのお話をお伺いしたいんですけど、もうすでに予約の段階で結構ランキングが、高いランキング取られているということで、まずちょっとうんうん。本のどのような内容ですかっていうのを、そしてどういう人に読んでもらいたいのかっていうのをちょっとお話聞かせていただきたいと思いますね。そうですね。まあ、主に生前整理、就活、終わりの活動の方のですね、就活に重きを置いた内容になってます。で、理由としては、僕が祖母と叔父の生前整理やったんですけど、めちゃくちゃ大変だったのと、あとは動画自体もすごく好評で、多くの方から、いや、親にも見てほしいとか、うちの実家も物多くてこんな感じですとか、いろんなまあ、怒りの声から嘆きの声から共感の声からめちゃくちゃ届いて、で、なんか、まあ、それこそ、時間はちょっと持て余してたから、なんかしたいなとは思ってたんですけど、まあ、おじの生前整理動画がバズって、で、いろんな方からコメント来たから、あこれ本にした方がいいんだなと、ちょっと使命感を感じて、はい。で、出版社にちょっと企画案というか直談判したら、企画が通って書いた本になります。だかこら、こからじゃあうんうん。企画を持ち込んだ感じになるんですね、今回は。そうですね。こういうことがあって、こういうふうな数字も出てるので、こういう本書きたい、こういうメッセージ性のある本を書きたいんですけど、どうでしょうかっていうふうに提案したら、まあ、ちょっと企画会議みたいなのでね、やってみますみたいな。そしたら OK もらえたので、実際に執筆が進んでいったっていう流れですね。
はい。生前整理の動画ものすごく僕も印象に残ってるんですけど、実際に。うんうん。で、まあ、今回あれですかね、いろいろ写真とか、まあ、そういうものも含まれているんですか、本には。写真はですね、ないんですけど、基はい。本文字が多めではあるんですけど、ただやっぱり内容にはすごくこだわっていて、やっぱはい。り本読んで終わりにはしてほしくはないので、うん。だから、やっぱさっきも言った通り、やっぱ行動が一番だから、読んでくださった方本人の、生前整理就活だけじゃなくて、片付けのお手伝いができるように、あとは、多分おそらくね、今現にミニマリストの方も実家は物が多いっていう方も多いから、その両親の、とか、実家の片付けのお手伝いをするために、そのサポートができるように、要点を絞って、見やすい、文章も見やすいように書きましたね。はいはい。この問題っていうのは多分これからどんな人でも降りかかってくる問題だなと思っていて、で、僕自身もうんやっぱりその実家の片付けってどうしようかなっていうの結構あってですね。うん。うんうん。やっぱそういう人たち多分多いと思うんですよね。で、世代的にも多分そういう、まあ、例えば20代後半とか30代、40代とかになってくると、必ず、直面する問題じゃないですか。うだから、そん。こを、まあ、やっぱそういう人にはものすごく役に立つような内容になっているってことですよね。そうですね。だから本当にタイムリーなんですけど、今日も YouTube のコメント欄で来たのが、38歳の男性独身の方から、はい。癌と診断されて、あの、それこそたけるさんの、おじの生前整理の動画見ながら片付けていますみたいな。だから、そのコメント見て思ったのは、30超えたら自分自身がね、体調を崩して、入院することになるかもしれないし、亡くなる可能性だってあるし、あうん。とはね、30代、40代本人がなったら、親は多分70歳とか80代とかなってくるから、ってなった時に、その実家の片付け、特に貴重品とか、あとは医療品とか、あとは書類関係っていうのは、あらかじめ減らしておかないと、いつかその自分とか、なんなら孫の代にまで結構迷惑がかかってくる。はいはいはい。お金もかかるし、時間もかかるし、っていうので、最低限、ここのポイントは押さえてくださいねっていうのを、一応本でまとめはしましたね。ありがとうございます。いや、なんかやっぱりその名義の変更とか、なんかなんかいろんな、うん。なんかこととか、そのものだけじゃなくて多分いろんなことが、やっぱ問題になってきそうだなっていう想像はつくんですけど、やっぱこう直面しないとみんなやらないってとこはありますよね。だから、そうなこれから、んですよ。うんうん。はい。だからそれから、これからそれを迎えている人にとっては、なんかその予習的に、やっぱり読んでおくだけでもなんか変わってきそうですよね。うそう、ん。だから、今回は僕の体験、祖母と、特に叔父の生前整理が超大変だったから、その経験談とかも、ふんだんに盛り込みながら、物多いままだとこう苦労するよとか、その物が多い暮らしの、デメリット的なものとか、あとは実感ほったらかしにするとこういう痛い目見るよとか、そういうのも書いてあるし、で、やっぱ実家の片付けのみならず、やっぱ本人もですよね。その自分の持ち物を残せば必ず子供の代にね、いつかはその流れ着くというか、子供が困ることになるから、だから実家も本人もやっぱ物を減らしといた方が、老後生活も、身軽になってね、生きやすいと思うし、あとは、ちょっとこれネタバレになっちゃいますけど、やっぱ物ってゴミになるんですよね、いつかね。親の遺品は9割ゴミになるんですよ。悲しい話ですけど。はい。だけど、義理のお父さんのお通夜お葬式出ましたけど、やっぱ物じゃないな、思い出だなって思ったんですよね。うんうんうん。だからね、物を溜め込んでも、介護施設とかね、入院してる病院とかに物全部持ち込めるわけじゃないし、で、死んだ後もね、あの世に物を持っていけるわけじゃないから、いや、だったら物を家に溜め込む必要ってないよなって思ったりとかして、そういうちょっとエピソードというかね、結局人生に大事なものは何ですかと。物に命削られる人生でいいんですかみたいな。なんかそういう、なんか子供世代から親世代にも届けたい、なんかそのメッセージみたいなのもちょっと組み込んでみたりとかっていう感じですね。ああ、確かに。そっか、だから親世代というか、だから年齢を別に限るわけじゃなくて、うん。本当にこう、年配の方が読んでも、
それは役に立つっていうことですよね、結局。そうですね。そうだかうん。ら、まあ、この日本に住んでる親全員にも多分共通するというか、まあね、誰かの子であり、誰かの親であるわけですから、ほぼほぼね、日本に住んはいではいはい。る人は、まあもちろん独身の人はいらっしゃるとは思いますけど、まあでも誰かの子なわけなので、親はいるわけですよね、絶対ね。うん。だからまあ実家の片付けっていつかはね、その遺品整理にしろ生前整理にしろ直面するわけで、で、誰かの親なのであれば、いつかは自分が残したものが子供に行き着くわけだから、まあそのために子供に迷惑かけないためでも、まあ、せめて身辺整理はしときましょうよと。早めのうちにね、重要書類の管理とか貴重品はどこにあるとかっていうのは大事だなと思いましたね。確かに、これ自分が読むだけじゃなくて、親に送るのいいかもしれないですね、プレゼントで。ちょっと僕、送ろうかなって今ちょっとうん。考えちゃいましおー、いや、だから本当に今うん。回、アマゾンとかでも、もちろんね、その本人が買うっていう方も多いんですけど、うん。なんかね、今回初めてギフトランキング1位になってるんですよね。そうですか。じゃあやっぱ結構送ってる人いるってことかもしれないですよね。そう。で、コメントにも実家に送りますとか、で、ちょうどあ年末あ。あたりの発売、12月20日だったから、はい。だから多分、その親に送って、で、読んでもらいたいっていう人は多分多いんだと思います。はい、ありがとうございます。で、ちょっと武尊さん、改めて、タイトルと発売日を教えていただいていいですか？はい、発売日が12はい。月20日金曜日で、タイはい。トルが60日で9割捨てる片付け術っていう青い本ですね。はい、ありがとうございます。60日で9割捨てる片付け術。で、もう予約は始まっているっていうことで、このチャンネルのちょっと概要欄にも貼っておきますので、ぜひそちらから皆さんチェックしてみてください。武尊さん、今後のちょっと活動とか目標、まあ、告知とか、簡単にあれば、ちょっと最後にお聞かせください。何かあれば。はい、そうですね。僕の YouTube チャンネルでは、まあ、物が少ない暮らしの魅力を広めることはもちろんなんですけども、まあ、僕の実体験で、やっぱりその、遺品整理の大変さと、生前整理の重要性も広めていきたいなと、今年2024年、おじの生前整理通じて思ったので、まあ、そういうことの発信も今後していく予定です。で、さらには、スマホのね、断捨離というか、その、まあ、ことの断捨離全捨離みたいな。なんかそういうのも、引き算の魅力とかも伝えていきたいなと思っておりまして、まあ僕もね、さらにミニマリズムに磨きをかけて、どんどん追求して成長していきたいなと思いますので、まあ本だったり YouTube チャンネルだったりとか、興味ある人はね、ぜひ覗いてほしいなと思います。以上です。はい。で、SNS のリンクも貼っておきますので、ぜひ皆さんそちらからチェックしてみてください。武尊さん、本当今日はお忙しい中、ありがとうございます。対談いただいて。はい、ありがとうございます。こちらこそ。はい。また、次回何かテーマ決めて、なんかお話できると嬉しいです。そうですね。またお願いしはい。ます。はい。では、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。